こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は、令和7年度における両立支援と助成金の概要が出ましたので、そちらの内容についてご紹介をしていきたいと思います。最近は随分両立支援というのが進んできたかと思います。育児と仕事の両立、介護と仕事の両立。ただしですね、最近よく聞く言葉にダブルケアという言葉があります。育児と仕事だけではなく、育児と介護と仕事、この3つの両立というのが徐々に強く求められ始めてきているという状況になっております。従いまして、育児と仕事だけではなく、介護と仕事だけではなく、この3つを両立できるような形で、企業の労働環境の整備を進めていかなければいけないという状況になってきております。そんな時にですね、両立支援と助成金活用してもらえればと思います。これによって離職の防止に役立てればと思います。今回の概要ですけれど、最近よく聞くようになりましたダブルケア問題について少し取り上げてみたいと思います。その上でダブルケア問題による離職を防止する上で効果的な助成金として、両立支援と助成金、この概要とコースの一覧、そして各コースについてざっと概要を説明をした上で、最後に注意点とまとめということになります。まずはダブルケア問題とはどういったものなのかですけれど、こちらは子育てと介護を同時に行うことということで、なぜこのような状況になってきているかというと、こちらは皆さんご存知の通り、少子高齢化ですとか、晩婚化、こちらが影響をしているという状況になっています。そして民間の調査会社の結果によりますと、働き盛りの5人に1人が間もなくこのダブルケア問題に直面するというような予測がされているところもあります。そして今、育児を行うものというのが男性で400万人ほど、女性で600万人ほど、そして介護を行う人というのが男性で200万人、女性で350万人ほどということで、今、それに伴ってダブルケアを行う方が男性は8万5千人ほど、女性は16万7千人ほどということで、ダブルケアを行っている方というのは、男性に比べて女性が2倍ほどあるという状況になる。また世帯数でいきますとダブルケアを行っている世帯というのは16万6千世帯というふうに言われております。こんな中でですね、このダブルケア問題、これ見ていただくと分かるように女性への負担が大きくなりやすい傾向があると。またダブルケアの問題として取り上げられているのが孤立しやすいというところ、そしてダブルケアだけではありませんけれど、育児や介護も同じかと思いますが、ダブルケアと特に精神的な負担がかかりやすい。そして当然ですけれど、費用や時間もかかるということで、これによって企業においては離職につながりやすくなるという状況もあります。こういった問題を解決するためにですね、両立支援と助成金を活用してもらえればと思っております。両立支援と助成金、以前も動画で何回かご紹介はしておりますけれど、働きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るために就業環境の整備を図ることに対して支給される助成金ということになります。両立支援と助成金、全部でコースは6つ用意されております。男性の育児休業取得促進を目的とした出生時両立支援コース、通称子育てパパ支援助成金と言われるもの。そして仕事と介護の両立支援の介護離職防止支援コース。円滑な育児休業取得支援をするものとして育児休業等支援コース。業務の代替者への手当を支給することによって支援をする育休中等業務代替支援コース。そして育児期の柔軟な働き方を整備するということで、柔軟な働き方選択制度等支援コース。そして最後に仕事と不妊治療等の両立支援を支援するものとして、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースというのがあります。
この6番目に関しましては、令和7年度に少し拡充がされております。従来は不妊治療だけでしたんですけれど、その他に女性の健康課題対応両立支援というのが入ってきておりまして、少し範囲が広くなっているという状況になっております。このように両立支援と助成金、全部で6つコースがありますけれど、それぞれ、まずざっと概要を見ていきたいと思います。まずは、出生時両立支援コースですけれど、こちらは育児休業を取得しやすい雇用環境整備を行うことで、男性労働者が育児休業を取得した場合に支給される助成金ということで、第1種と第2種というのがありまして、こちらですね、令和6年に少し変わりまして、以前は第1種を申請しなければ第2種できなかったんですけれど、今回からはですね、第1種、第2種どちらでも申請ができるという形になりますが、第2種に限りましては第1回だけという形になっております。また、2つ目の介護離職防止支援コースにつきましては、こちらは全部で3つコースがありますけれど、介護休業を取得をする、そして、介護両立支援制度を導入をする、そして業務の代替支援を行うということで大きく3つありますけれど、それぞれですね、各5人までという形になっておりまして、金額的には3万円から最大40万円という形になっています。そして3つ目、育児休業等支援コースですけれど、こちらは労働者の円滑な育児休業の取得、及び職場復帰に取り組んで、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金という形で、こちらは育休の取得時と職場復帰時でそれぞれ支給されるという形で、それぞれ各2名までという形になっております。また、4番目、育休中等業務代替支援コースということで、育児休業を取得をする場合に、その業務を他の方に担ってもらうという形で、その場合の支援に対する助成金という形になっております。コースとしては全部で3つ用意されておりまして、手当支給等の場合ですね。こちらが育児休業を取得した場合の手当。そして、時短勤務の場合の手当の場合。そして、育児休業を取得をした場合の新規雇用。それぞれ3パターンありますけれど、それでですね、各合計で全部で10名までとなっておりまして、こちらも以前の改正によりまして、丸1と丸2に関しましては、一部先行支給をしてもらえるという形になっておりますので、少し企業負担が減ってくるのかなというふうに考えております。そして5番目。柔軟な働き方選択制度等支援コースですけれど、こちらはですね、以前も解説はしておりますけれど、柔軟な働き方を選べるような選択制度を導入をした場合ということで、制度としては2つ導入をして制度を利用した場合、また3つ以上導入をして労働者が制度利用をした場合、それぞれになりますけれど、20万円もしくは25万円ということで、こちらは申請上限人数は5人までという形になっております。そして、令和7年度において少し拡充をされましたのが、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースという形になっております。以前はですね、A のコースの不妊治療のための両立支援だけだったんですけれど、今回から新たに女性の健康課題ということで、いわゆるですね、PMS といった、もしくは更年期といった女性の健康課題に対する両立支援、そこに対して、環境整備を行った場合に対しても助成金が出るという形になりまして、令和7年度から B と C というのが追加をされまして、それぞれですね、30万円支給されるという形になっておりますが、それぞれ1事業主あたり1回限りとなっているところに注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、2025年の4月及び10月、育児介護休業法の改正があります。これによって全ての企業ではありませんけれど、企業によっては義務化をされる項目もあります。特に柔軟な働き方といったところが義務化される会社もあるかと思います。この法改正についても注意をしてください。そしてですね、今現状人手不足ということになっておりまして、求人の充足率というのが約 10% で、なかなか求人が充足できないという状況になっております。従いまして、もう
すでに採用している方が長く働き続けられるような環境整備というのが非常に重要になっております。また今回ですね、育児と介護、両方についての助成金ではありましたけれど、育児に関する認定制度として、くるみん認定というのがあります。このくるみん認定、取得することによって助成金によっては加算措置あるものもありますので、ぜひですね、こういった形で環境整備をした上で、くるみん認定の取得も進めてほしいと思います。今後のより良い採用を考えて、こういった認定の取得というのも考えてもらえればと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。